怖い。ここからスマホ落としたら大変。天井低いし狭いしちょっと怖え。こんにちは、ルックアランドヨネちゃんです。アラフィフ男のバイクで日本を巡る旅。前回は四国カルストを出発し、高知の桂浜で坂本龍馬にご挨拶。国道195号で奥物部剣山スーパー林道の入り口を過ぎ、立ち寄ろうと思っていた未来コンビニはまさかの定休日。193号も通行止めで大回りして香川県田野浦野営場へ。翌日瀬戸大橋を渡って本州に戻り、雨季に米子ベタ踏み坂を渡って穏やかな宍道湖を眺めつつ出雲大社にお参りします。そして翌朝、工場と危険なゴルフ場の隣にあるキャンプ場を出発し、大山や濃密な森を有する中国山地を抜けて人形峠に向かいますが、あれれ、なんか思ってたのとちょっと違う。行こうと思っていたキャンプはまさかの工事中。はやぶさ駅は小さな集落の中にある可愛い駅舎。写真を撮っているとはやぶさラッピングの列車が運よく到着し、お見送り。夕方まで鳥取砂丘を見て過ごしました。鳥取砂丘でした。本当は昨日キャンプのつもりだったんですが、急遽予約して部屋が取れた鳥取駅前の某アパホテルは快適でした。考えたら洗濯物限界状態だったんですね。着替えは4日ほど持っててコインランドリーを使うんですけれども、ほとんどは縦型洗濯機とドラム式乾燥機のセットで、それぞれ時間で課金するタイプ。洗剤が自動注入の場合とない場合があって値段バラバラでしたけど、 100% 現金コイン方式でした。さて今日は大阪に向かい3泊する予定で、その間にオイル交換を予定しています。ルートは当初日本海側を福井の小浜まで行き、鯖街道を意識したルートで京都に向かい、途中で鯖寿司とか食べちゃって、最後に大阪でバッテラとかどうかなと思ったんですけど、今日は夕方までの間に日本海側から雨になるんですよ。であれば田島街道に向かって姫路方面に出て、明石海峡大橋を眺めて、須磨で知人がやってる小さな本屋さんを訪ねてから大阪へ行きしようかなと。で明日は京都や滋賀を見ていきます。で今日はまず余部に鉄橋を見に行こうと思います。JR 山陰本線の余部鉄橋と駅ですね。ここはかつて明治末期にできた巨大な鉄橋が谷間に渡されていて、小さな海沿いの集落なんですけど、赤い11本の鉄骨橋脚がそびえ立ってた名称です。
鉄橋の部材はアメリカ製で、汽船で運んでアマルベの沖合に橋を作って搬入したそうです。延べ25万人が工事に参加したんだそうです。現在はここに JR のアマルベ駅がありますけども、建設当初はなかったそうで、集落の子どもたちが学校に行くのに、隣の集落に学校があったらしくて、この鉄橋を歩いて渡ったんだそうです。1986年に通過中の列車が強風に煽られて落下して、真下の工場とか住宅を直撃するすごい痛ましい事故が起きたんですけれども、その当時の報道を覚えてます。で2000年代に入って老朽化した鉄橋は3年以上の歳月をかけてコンクリート橋に建て替えられましたが、こうやって鉄橋の一部が保存されています。モニュメントになってるんですね。怖い。怖い怖い怖い。ちょうど列車が来たので見送りたいと思います。
ファンの方も結構いらっしゃいますよね。そうですね、ちょっとそのおかげさまでだんだんね増えてきてますし、特に何でしょうね、本当にインターネット通販と違ってというか、はいはいどなたが何を買ってどういう反応でその探し方をして見つけたかとかも全部見えるので、なおさらですよね。じゃあこの本を次やるお客様に食べていこうかなとか、飛行なんていうかダイレクトですよね、感じられるので、そうですよね。田中邦弘が泊まれる本屋さんとか本屋に対する思い入れがやっぱり人一倍強い方で、ダーさんのところにお邪魔したいっておっしゃってましたね。まあお互いだと思いますけど、やっぱお店やっちゃうと今回の宿はラブホテルです。普通のホテルの予約サイトから予約できて、割と安くて街中にあって、建物の1階が駐車場だし、こんなこともできて便利です。明日のメンテのためにアンダーガードを外しておきます。拠点があると荷物が置きっぱなしにできるので便利ですよね。で、雨ですけど、名神高速に乗って京都の鉄道博物館を見に行こうと思います。実は子供の頃京都に住んでまして、ちょっと懐かしく思ってます。
の改札を行います。乗車券をお持ちのお客様、列車乗り場までお越しください。これが瀬田の洗堰、琵琶湖の水をここから淀川方面に流してます。飛んで埼玉ではダムみたいなのが出てくるように描かれてますけど、あれ全然別の場所みたいですね。川の水の量がすごい多いです。今日雨降ってるからなのかどうかはわからないんですけど、このぐらいの流量のあるものを堰を止めたらですね、溢れて大変なことになると思います。ちょっとですね、インスタ 360-1X2 の調子が良くなくなっちゃってですね、動画が一部撮れてないんですよ。アクションカメラって言ってもマイクを取り付けようとすると防水機能が失われてしまうので、なんか雨が降ってきた時にちょっとカバーできないと調子が悪くなることが多いです。気をつけないとね。本当に塩だ。塩味面白い。これにまた蜂蜜かけたりとかしても美味しいかも。この辺は途中という地名なんですね。でここでトンネルを抜けると滋賀県から京都に入ります。ここからは昔の記憶を頼りに少し走ってみようと思います。3000人のある大原に降りていきます。濃密な緑がいいですね。八瀬まで降りていくと左手に比叡山、さらに宝ヶ池まで出ると京都議定書を採択した京都国際会館があります。出町柳駅前ですね。鴨川が下鴨神社のところで Y 字に分かれるところの根元にある叡山鉄道と京阪の駅です。確かアニメの軽音にも出てきますね。この道路の右側に鴨川が流れてて、ここが鴨川大橋ですね。今走ってるのは川端通りで、三条四条の方面に南下していきます。京阪の三条駅ですね。今電車はみんな地下走ってますけど、80年代前半くらいまでは今の川端通りのところは京阪電車が地上を走ってたのを覚えてます。だからこの道なかったんですよね、その頃は。確か琵琶湖疎水も流れてたと思うんですけど、今どうなってるのかな。南座前ですね。左に行くと八坂神社です。ここも昔踏切あったな。四条大橋を渡って河原町に出ます。橋渡って道路右側ポント町がありますね。で木屋町通りと高瀬川、この辺に、
阪急河原町の端っこの出入り口がありますね。で、京都河原町ガーデン、昔の阪急デパートがあったところですね。そして四条河原町交差点、祇園祭の山鉾のターンが見られるところですね。河原町通りの三条に向かうと楽器屋さんの十字屋があります。そのまま四条通りを烏丸方面に向かいます。観光客だらけですね。聞いてたけど、やっぱここ歩道を広げて車道がすごい狭くなってるんですね。映像だとあんまりよくわかんないですけど、実は結構渋滞してます。寺町とか京極通りを過ぎて烏丸方面に向かうと、信用金庫とか生命保険のビルが出てきて、少しは落ち着いた感じにはなってたと思うんですけど、今やどこも歩道上は外国人観光客ですかね。すごいいっぱいいらっしゃいますね。京都市内の繁華街を通り抜けただけですけど、インバウンドの影響がすごそうだなと感じました。さて、明日は大阪でバイクのメンテに行き、市内を散策したいと思います。ではまた次の動画で。